皆さんは小学校の音楽の授業で鈴木のメロディオンという鍵盤ハーモニカを吹いた記憶ありますよね。息を吹き込むと素朴で温かい音色がプープーとなる身近な教育楽器です。ええ、誰もが一度は手にしたことがあるんじゃないでしょうか。緑やピンクのプラスチックケースに入ったノスタルジックな楽器ですよね。でも鈴木が、1980年代のプロ向けシンセサイザー市場の裏側で遠く離れたイタリアの電子楽器工房と深くつながっていたという事実、ご存知でしたか？いや、浜松の教育楽器メーカーとイタリアのシンセサイザー工房ですか。一見すると全く結びつかない2つの世界ですよね。そうなんですよ。ですから今回はこの番組電子音楽機材の探求というミッションの下でイタリアの知られざる巨人シエルというメーカーの波乱万丈な歴史を探っていきたいと思います。はい、シエルですね。ええ、彼らが日本の鈴木とどう交差したのか、そして最終的に世界の音楽シーンを塗り替える謎の黒い箱へと至る、その壮大な大逆転劇を紐解いていきましょう。面白そうですね。でも、その歴史のブラックボックスを開ける前に、リスナーの皆様に一つお知らせをさせてください。この番組では、こうした電子楽器の奥深い歴史ですとか、技術と人間の交差点にある知られざるエピソードをじっくりと丁寧に探求しています。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ええ、リスナーの皆様からの応援が私たちの次なる探求への大きな原動力となりますからね。ぜひよろしくお願いいたします。では、早速本題に入りましょうか。そもそも、そのイタリアのシエルというメーカー、一体何者だったんでしょうか。はい。彼らは1976年にイタリア最大級の電子オルガンメーカーであるファルフィッサの元従業員たちによって設立されたんです。ちょっと待ってください。オルガンを作っていた人たちが最先端のシンセサイザーを作ろうとしたわけですか。そうなんですよ。教会音楽のような伝統的な楽器と電子音楽のシンセサイザーって、なんというか設計思想が全く違う気がするんですが。素晴らしい視点ですね。実際、彼らの初期のシンセサイザーは文集方式というオルガンの技術をそのまま使っていたんです。文集方式ですか。これは個別のオシレーターを並べるのではなくて、一つの非常に高い周波数のマスタークロックから数学的な割り算をして全ての音階を割り出すという仕組みですね。なるほど。つまり鍵盤を10本指全部で同時に押しても発音数が足りなくて音が途切れたりすることは絶対にないわけですね。その通りです。ただ、その文集方式のままだと、どうしてもお行儀の良いオルガンの音にしかならないんですよね。確かにシンセサイザー特有の荒々しさはないですよね。そこでシエルは非常にユニークな手法を取りました。その行儀の良いオルガン回路の出口に、数百万円クラスの超高級機に使われるような強力なアナログフィルターを無理やりつなぎ合わせたんです。それって例えるなら、ゴルフカートの車体にフェラーリのエンジンを積むようなものじゃないですか。まさにそんな感じです。行儀の良い回路を過激な加工装置に放り込むことで、ある種のハイブリッド楽器が誕生したわけです。どんな音が鳴るのかちょっと想像がつかないんですが。つまみを回すと、おとなしかった音が表変するんですよ。じりじりした倍音は強調されて、ギュイーンと深くえぐるような強烈なレゾナンスが鳴り響くんです。へえ、それは面白そうですね。1979年にシエルオーケストラという名機が誕生しました。シエルオーケストラ。シンセの歴史であまり聞いたことがない名前ですね。それもそのはずです。実はシエルは世界のシンセサイザーの歴史において裏でとんでもない実績を残しているんですよ。裏でですか。ええ、このイタリア製のシエルオーケストラ、なんとアメリカの名門アープ社にアープカルテットとして OEM 供給されていたんです。アナアープ社にですか。そうなんです。さらにシーケンシャルサーキット社にもプレリュードという名前で供給されていました。OEM 供給ってことは、つまりシエルはシンセサイザー界のゴーストライターだったということですね。中身はイタリアのオルガン派生技術なのに、アメリカの有名ブランドのロゴが貼り付けられていたと。ええ、当時のプロたちはそれに熱狂していたわけです。ブランド名を隠してでも他が欲しがるほどの圧倒的な音色の実力を持っていたんですよね。そのオルガン技術の恩恵を最も分かりやすく体現しているのが、1981年に発売されたクルーズですね。はい、非常にユニークな機種です。当時の日本の中古市場でも非常によく見かけた得意なルックスの機種で、
リスナーのあなたももしかしたら無意識に見覚えがあるかもしれませんね。そうかもしれません。このクルーズは設計思想そのものが面白くてですね、ディバイドダウン方式を用いるポリフォニックなオーケストラセクションと、全く構造の異なるモノフォニックシンセモノを物理的に一つのボディに合体させているんです。なるほど。和音は絶対に狂わないオルガン由来の回路で分厚く鳴らしておいて、ええ。リードプレイはモノフォニックの専用回路で鋭く際立たせると。異なるアプローチの技術を組み合わせることで、あの極上のサウンドと使い勝手を生み出していたんですね。そういうことです。アメリカの頂点に立つ企業たちが、その絶対的な安定感と合理性を求めて、こぞってイタリアの工房を頼った事実は、まさに技術における適材適所の完璧な証明と言えます。そして、そんな世界レベルの裏方である彼らに、いよいよ日本の鈴木が目をつけたわけですね。はい。でもどうして鈴木は自社で一から開発せずに、わざわざ遥か遠くのイタリアの工房と手を組んだのか気になりませんか？確かに不思議ですよね。1980年代前半の日本市場を想像してみてください。浜松にはヤマハや河合という巨大な隣人がいました。はい。さらに計算機メーカーのカシオまでが安価なデジタル機で殴り込みをかけてくる、もう超激戦区だったんです。なるほど。巨大な資本と分厚い特許の壁が張り巡らされていたわけですね。だから鈴木は開発リソースをショートカットする道を選びました。同時に教育楽器のメロディオンという堅実なイメージから脱却するために、イタリアの洗練されたプロファッショナルなイメージを輸入しようとしたんです。合理的な判断ですね。ただいざ提携してみると、そこには激しいイデオロギーの衝突がありました。文化の違いですね。そうですよね。お互いの優先順位が全く違ったというか。ええ。日本のエンジニアが求めるのは、ミリ単位の精度と厳格な品質管理、いわゆる QC です。はい、品質は命ですからね。対して、イタリアの職人たちが最優先するのは、パッションであり、音の芸術性、すなわち、芳醇な音色でした。鈴木側がこの基盤の配線じゃ日本の厳しい休止は通らないよと要求した時のイタリア人職人の開始が最高なんですよね。情熱的なセリフですね。はい。おいおい、日本のエンジニアは数字ばかり見すぎだ。基盤が多少美しくなくたってこの超高級フィルターが奏でる芳醇なサウンドを聞いてくれよと。さらに、音楽はスペックシートで作るんじゃない、心に響く音が出るかどうかが全てだろうと言い放ったという。まさに水と油のものづくりですよね。工学的な正確さを至上命題とする日本と、エモーショナルな感性を重んじるイタリア。本当に真逆ですね。どちらが正しいというわけではなく、哲学の真っ向勝負です。そうですね。しかしその哲学の衝突がある工学的な悲劇を生んでしまうんです。悲劇ですか？ええ、それが鈴木の SX500 というモジュールです。この機材にはイタリア側がこだわった極上のアナログサウンドの心臓部 SSM204 号という超高級フィルターが積まれていました。最高の部品を積んだわけですよね。なら素晴らしい楽器になったんじゃないですか。ところが鈴木側はそのシステム全体を制御する頭脳、つまり CPU にテキサスインストルメンツの TMS7000 という非常に非力なチップを採用してしまったんです。ちょっと待ってください。アナログの素晴らしいフィルターが積んであるなら、音自体は良いはずですよね。なぜ CPU の弱さが問題になるんですか？いい質問です。シンセサイザーにおいて CPU は音の立ち上がりや減衰、いわゆるエンベロープを計算して電圧を制御する役割を担っています。はい。つまり CPU はオーケストラでいうところの指揮者なんですよ。なるほど。どんなに優秀な演奏者、つまり超高級フィルターが揃っていても、指揮者の指示が遅れれば台無しになるわけですね。その通りです。非力な CPU の処理が追いつかず、ポワーンとかモッサーという極端に立ち上がりの遅い音しか出なかったんです。それは痛ましい悲劇ですね。スペックのアンバランスさがせっかくの音色を台無しにしてしまった。でも、どこかヴィンテージ機材ならではの愛嬌を感じてしまいます。本当に。ちなみに余談ですが、同じ1984年に発売されたコルグの EX800 とこの鈴木の SX500 はスペックや見た目が不気味なほど酷似しているんです。偶然ですかね。中身の回路は全然違うんですが、今になっては謎に包まれたミステリーですね。激動の時代ならではの面白い謎ですね。さて、彼ら単体としての技術はその後どうなったのでしょうか。1984年、ついにオルガンの延長という制約から完全に脱却します。つまり、文集方式をやめたんですか。はい。
各ボイスに独立したオシレーターを持つ真のアナログポリフォニックシンセオペラ6を誕生させました。数々の名機に搭載された SSM2044 というフィルターを採用して重く芳醇なアナログサウンドを獲得したんです。オルガンメーカーの文集方式からついに本物のアナログシンセの頂点へと到達したんですね。ええ。しかし、しかし、ヴィンテージ機材の宿命ともいえるある物理的なホラー要素が彼らを襲うんです。ホラー要素。修理マニアの間でブラストゾーンと恐れられているあの問題ですか？はい。いわゆるバルタリーク問題ですね。電池の液漏れですよね。昔のゲーム機やリモコンでもよくありましたが、シエルの場合は規模が違ったと。ええ。メモリバックアップ用に内蔵されていたバルタ製のニカド電池がありまして、はい。これが経年劣化によって緑色の酸を漏らし始めるんです。緑色の酸ですか。うわ。その酸がじわじわと基板のパターンを這うように侵食して、やがて回路全体をボロボロに溶かしてしまうんですよ。古いシエルの蓋を開けたら、そこには緑色の酸の海が広がっていて、修復不可能な腐食地帯が出来上がっていると。ええ。美しい音とは裏腹の非常に恐ろしい物理的な欠陥でしたね。美しさと物理的な村さが同居しているというのもドラマチックではありますが、そして時代は非常にもそんなアナログの頂点を極めた彼らに圧倒的なデジタルの波を突きつけますよね。はい。1980年代後半、シエルもそのデジタルの波に飲み込まれまいと、起死回生の賭けに出ました。どんな賭けですか？アメリカのギブソン社とジョイントベンチャーを組み、キーテックという別ブランドを立ち上げたんです。そして、クロステーブルサンプリングという新技術を積んだデジタル機、CTS に1000を発表しました。クロステーブルサンプリング。要するに、いろいろな楽器の波形を細かく切り刻んで、デジタル上でパズルのように再合成して新しい音を作るようなイメージですよね。まさにその通りです。技術としては非常に斬新で野心的だったんですが、残念ながら操作性の極端な悪さとシステムの不安定さが致命傷となって市場で大失敗してしまいます。デジタルの変化のスピードにどうしても適応できなかったんですね。迷走状態に陥ってしまったと。ええ。しかしここで後の奇跡につながる重要な付箋をお話ししておく必要があります。当時の欧米の音楽文化についてです。文化ですか？はい。日本では自動搬送付きのキーボードというと初心者向けのおもちゃや教育用というイメージでしたよね。ええ。ボタンを押すとボサノバやチャチャチャのリズムが流れるような家庭用の機能という印象です。ところが欧米では全く事情が違いました。レストランやパブなどで一晩中一人で演奏してギャラを稼ぐワンマンバンドのプロミュージシャンが無数にいたんです。なるほど。彼らにとって左手でコードを押さえるだけで瞬時にドラムやベース、ギターの伴奏がついてくるアレンジャーキーボードは絶対に欠かせない仕事道具でした。プロの現場を支えるインフラだったわけですね。ちょっと待ってください。和音をリアルタイムに読み取って音楽的な伴奏をつけるアルゴリズム、それってイタリアが昔から得意としていたオルガンの機能そのものじゃないですか。その通りです。第一章でお話ししたファルフィッシャからの地脈がここで生きてくるんです。イタリアには世界最高峰の自動伴奏のノウハウがありました。おお、ここでつながるんですね。しかし技術はあっても会社としての体力が限界でした。1987年、経営難に陥ったシエルは日本の巨大メーカーローランドによって買収されてしまいます。ローランドはその世界最高峰のアレンジャー技術を高く評価して彼らを救済したのでしょうか？いいえ、そこがビジネスの冷酷な真実です。当時ローランドは欧州の販売代理店が倒産し、流通網を失う大ピンチでした。ということは、つまりこの買収は代理店の代わりとなる欧州の販売ルートと工場を確保するための極めてドライな経営判断だったんです。じゃあシエルのシンセサイザーの技術や歴史へのリスペクトは？全くありません。買収完了の直後、シエルブランドの製品は即座に全て生産終了にされました。イタリアが誇ったアナログの星はブランドごと完全に消滅させられたんです。しかしローランドはビジネス的には冷徹でしたが、イタリア人たちのアレンジャーとしての才能までは見捨てていなかったんです。巨大なアレンジャー市場を得るためにローランドはアメリカのシカゴチームと買収したばかりのイタリアチームとの間に設計コンペを実施しました。ブランドを消滅させられ全てを失ったはずのイタリアチームがそのコンペに挑んだと。ええ。そして見事に勝利を収めたのは彼らだったんです。どん底からの執念で這い上がってきました。すごい執念ですね。そうしてローランドヨーロッパとして再出発した彼ら、ルイージ・ブルーチ氏らのチームのもとに、ある日日本の本社から
アレンジャーキーボードの心臓部としてあるものが送り込まれました。それが謎の黒い音源モジュールですね。はい、謎の黒い箱です。この黒い箱、正体が何とも皮肉ですよね。それはかつて自分たちのアナログ路線にとどめを刺して絶望に追い込んだまさにデジタルの巨人のテクノロジーそのものだったわけですから。ええ、かつて自分たちを倒したテクノロジーを今は最強の武器として手渡されたわけです。それでイタリアの技術者たちはどうしたんですか？彼らはコンペで勝利した自分たちの特許技術である極上の自動伴奏プログラムにこの未来のテクノロジーを悪魔合体させました。悪魔合体ですか？そこから鳴り響いた音はどんなものだったんでしょう？それはもう当時のアナログシンセでは絶対にたどり着けない次元のものでした。はい。鍵盤を弾いた瞬間、ガラスを細かく砕いたようなきらびやかで透明なアタックがカチンとなりまして、カチンと。そこから空間を深く包み込む、かつて誰も聞いたことがないような極上のリバーブサウンドがファサーッと広がっていくんです。うわー、想像しただけで鳥肌が立ちます。極上の響きですね。ええ、当時のイタリア人エンジニア自身がその音を聞いて、まるで未来から撃ち込まれたミサイルのようだったと震え上がったと伝えられています。未来から撃ち込まれたミサイル。彼らがどれほどの衝撃を受けたか痛いほど伝わってくる表現ですね。この未来のサウンドとイタリアが誇る伴奏技術が見事に融合して1988年に E20 というキーボードが発売されます。はい。これが欧米のプロ現場のツボを完璧に押しまして、なんと20万台という驚異的ヒットを記録するんです。20万台ですか？ブランドを潰されて単なる流通網として買収されたはずのイタリアチームが実力だけでローランドグループ全体のトップ売上を叩き出したわけですね。まさに痛快な大逆転劇を果たした瞬間でした。職人たちの執念がデジタルの波を見事に乗りこなして新たな時代を切り開いたのですね。そうですね。ちなみに、この E20 の設計を主導したブルーティ氏は、後に全く別のデジタルアコーディオンを作った際にも、その職人魂を爆発させているんですよ。へえ、どんな風にですか？ボタンの押し心地を本物のアコースティック楽器に近づけるためだけに、わざわざゴムのひし形部品を使うというゴリゴリの物理特許まで取得してこだわったそうです。あはは、ゴムのひし形部品のために特許を？はい。そこまでやるかというほどのこだわりです。デジタル技術の中にも確かな手触りとアナログな感性が生き続けている証拠ですね。ええ。音楽はスペックシートで作るんじゃないというイタリア人職人の精神は形を変えてしっかりと受け継がれていたわけですね。本当にそうですね。数字や効率だけでは測れない人間の情熱が織りなす深い余韻が残る物語です。ええ。さて、ここでお聞きのあなたに一つ想像力を刺激する問いを残しておきたいと思います。はい。時代を終わらせた破壊者でありながら絶望の淵にいたイタリアの星たちを救った未来から来た謎の黒い箱。ええ。その正体とは一体何だったのでしょうか？日本の本社から送られてきたその小さな箱の中にはどんな魔法の計算式がどんな音が詰まっていたのでしょうか？技術の進化がもたらす破壊と再生のサイクルですね。その中心にあったテクノロジーの正体については非常に気になるところです。はい。その謎の箱の奥底にはさらに深い探求の余地が広がっていますが、それはまた別の機会にじっくりと語ることにしましょう。